こう歩の攻めになってくると将棋っていうのは受けが難しくなってくるんですよね。歩の攻めはコストがかかんないんでね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、今回私は後手番ですね。対局開始。さあ相手方7六歩7五で早打ちだと言われるね形ですね。これいくつかね対策があるんですけれども、飛車先の歩を突いてみましょうか。このスタートでね後手番の方の対抗策っていうのがねいろいろありますんでね、解説の方でできればと思います。でここが一つ分岐点で7四歩と突くと、長急戦の変化になっていきます。3八玉とね寄ったので一巡回してから7四歩でしたね。これは同歩ですと2二角成から5五角と打たれて両取りされてしまうので同歩とは取れないですね。金を上がって手堅く受けてみましょう。この時はね部分的には早い志田の、この超急戦ですね、急戦策には有効とねされている受け方ですね。金銀の厚みで受けておくと。大体方飛車を浮いてきましたね。さてどうしますかね。この飛車浮きはね横の、8六と攻めてくる手を防いだり飛車をここに回ってね、攻めたりということで含みの多い手ですね。どうしましょう。角交換してみますか。角を変えない手もあるところですね。角を交換してそして銀を立ちますかね。これ角打たれてもね角合わせるんでね、これで、角を一回変えてね、飛車を回ってきた手として銀立てばいいということで受けやすくしたという意味です。これでも銀立ちますか。これでね、飛車回りの筋は緩和して、その相手方は銀上がってきたんでね、場合によっては6六銀から繰り出してくるってことですかね。さあどうしましょうか。私の方も銀を上がってみますか。これでねこの飛車を圧迫していくような感じですね。7一角のような手がね一瞬これヒヤッとしますけど、7一角にはね9二飛車と寄っておけば、大丈夫ですね。次歩打てばねすぐ、止めれるので、ここに角打ってね同金同飛車ないとなると大変なんですけども、角に9二飛車と寄ってれば耐えている形ですね。大体また歩を突いてきました。これはちょっと頑張った手ですね。飛車が狭くなるんですが、この銀をどかしちゃおうってことですね。これはでも歩を打ちますね。歩をねで飛車こっち行ってね苦しいんですけれども6五歩と突いてね、すぐ楽にする筋があるのですぐにこの飛車が取れるというほど簡単な話ではないですね。どうしますかね。私も玉がね中途半端なんで少し囲いますか。もう少しね、9四歩と突いても6五歩と突かれてね、同銀で脱出されちゃうんでね、この9四歩の一手が無駄になる可能性もあるので、先にね4二玉寄って、4二金とね上がる形、3二玉と寄って4二金と上がる形にね、したいということですね。相手の方としては美濃囲い完成させたいんですけど、玉を寄るとね6九角と打たれる手があるので結構ね難しい。で銀引きはおそらく銀をね立て直して金と銀の紐をつけてから玉を寄ろうってことですね。今やりますけど金上がっておそらく銀立つか桂頭かどちらかだと思うんですけれども、銀立ち桂跳びかな。桂跳びで銀を追いやすくするっていうのもありますね。銀を立って金と銀の連結を良くしてから玉を寄れば6九角と打つ筋がね緩和されているのでね、6八銀は覚えておきたい手筋ですね。やはり桂跳びでしたね。さてどうしますかね。追われてしまいますけどね、引いておけばすぐにどうということはない局面です。どうしましょうか。こちらの方も形が完成したのでね、あと8六歩というのはいつでもある手筋なんですけどね、同歩なら飛車が狭くなるんですが同飛車でね勝負してくる可能性があるのでどうかという感じですね。さあどうしますかね。迷いますね。突いて銀を上に上がればねすぐに死ぬ形じゃないので端歩ついてきますか。これはね先ほどは使わなかったんですけど、これで銀を上がって王様がね硬くなったっていうのは大きいんですよね。先ほどこの4二玉4一金型だと不安定なんですけど結構固まったんで、固まった後ならこの歩をね突いても順番的にね王様の形が安定したのでね、大体の方飛車逃げてきましたね。さて難しいですね。こういう時にも飛車の先手にね3二玉寄ったになってないっていうのも一応利点ですね。さあ相手の飛車をね狙うような感じでいければいいんですけれども、一目は 4角と打つような手もありますよね。4四角と打って飛車が逃げたら4四銀とかすり込んでいくとか歩をついていくとかね圧迫するような手も考えられますね。それで飛車を狙っていくような手もあるかな。
難しいところですね。私もねこれ5六歩とついて銀を探して4六角みたいな手がね向こう相手の方としては狙いとしてあるので、あとね8四飛車っていうのも向いてみたいんですけど、8六歩同歩8五歩とね打ってくる手筋があるんで、この辺の兼ね合いですよね。あとは銀がニョキッと出てね飛車を強引に取りに行くという捕獲しに行くという手段もありますかね。4四銀上がると上がって次に3五銀と出てね捕まえに行く。結構飛車狭いんでねそれもありそうです。ここは迷いますね。まあね模様は良さそうなんですよね。王様が安定してるんでね、具体的にこの模様の良さをどうね優位に結びつけるかっていうのがね将棋では当然ながら難しいわけで、そこを今考えてます。銀上がってね飛車圧迫しに行くのちょっとやりすぎですかね。飛車につられて動いてってねひどいことになるとひどいねもったいないんで、銀だから歩突かれて銀上がって4八角みたいな手がありますかね。難しいな。どうしようか。飛車を置くと歩ついて歩って、それで飛車寄る手があるかな。で飛車回ったら歩を突く。飛車置いてみますか。これねさっき8六があるって言ったんですけど、同歩8五歩に7四飛車と寄ってね8六飛車に7六歩と突くというちょっと先まで読みを上げた感じですね。先ほどこれ8六同歩8五歩でね不満と最初は見たんですけど、飛車を寄って8四飛車に8六飛車には7六歩とね桂頭を攻めれるんでね、で銀上がってきました。飛車を横利きでね楽になるっていうのが私の方のね狙いですね。桂馬を飛ぶか、金を寄ったりしてね、固めるか。バラ難しいですね。何とも言えない。桂飛んどきますかね。桂飛びはね自然な手なんですけどね、ただ8六同歩8五歩はいつでもあるんでね、相手の方がやってくるかもというところですね。難しい。飛車をね圧迫して、相手の方もねこの銀を置いたいんですけど、銀を置くと銀が下がってね、飛車を狙われるかもっていうことで相手の方も慎重になってると思います。どうしますかね。いや迷うな。角を打っちゃう手もあるんですけどね、角打って飛車寄って歩ついて飛車寄ってね、結構大変ですかね。銀をこうにょきって上がって飛車を取りに行く手もね常にあるんですけど、難しいとこかな。桂飛ぶ迷います。これは正直今迷ってます。どうするのがいいかな。あと6四歩、模様は良さそうだがどうするかっていう迷うところ。一回端ついて様子見ますか。いや難しい。端を受けてくれるとね相手の飛車がより狭くなるので、これ出方を見立てですね、相手がどう動いてくるか。これ角打つ手ありますね。普段ね角打つ手は有力ですね。すぐ打っても5六突かれるんで決定打にはならないかもしれないんですけど、1六歩と受けたら3五角と打つような手があるかもしれません。ただ5六歩ついて簡単ではないですけどね。角相手の方が角ってきました。狭そうな角ですけどね。これは、飛車を寄ると8五桂で飛ぼうってことでしょうか。なるほど。角を下に合わせてもありますよね。7三角もあるな。いや迷いますね。7三角もあるし、桂跳びもありますしね。桂跳びだとどうするんだろう。桂跳びますか自然はね。切る手があるんでねこちらも怖いですけどね。3五角打つ手有力でしたね。私見送りましたけど、3五角打って歩追記に、飛車取ってから銀逃げるとか、あるいは単に銀逃げて作っとくような手ねあったと思います。これね大盤でできればと思います。3五角ありましたね。銀が上がったんでねできる手で、これもでも形はやはり私の方が良さそうな形ですね。で相手の方動いてきましたね。これはやっぱり飛車を使ってなんとかってことですね。なるほど。いやでも結構玉形が薄くなるんで嫌な手ではありますね。同歩で歩打って飛車引いたら切ってからも飛車を回ろうってことですか。これいよいよ角打つかな。でもややちょっと遅れてるかもしれない。同歩で歩こっちに飛車回る手もあるかな。で飛車をこう回らして難しい。いや悩みますね。いや結構混戦も角打って取って飛車ここに回る手あるかな。それで角ここになっていく。いやちょっとね迷いますね。ちょっとここは考えます。同歩で歩で同桂とは取れないんでね、飛車引くと切ってから8六飛車と取ってきて、実戦的に薄いんでねどうか。いや角打った方が良かったかもしれないですね。この前ね私も今更後悔しても遅いですけど、角打って取って飛車回る。いやこの角取れるんですけどね、いずれにしろ金か銀かと交換になっちゃうんでね、それが不満なんですよね。これ取って歩で飛車寄って飛車回る。取りますか一回ね、とりあえず。で歩だと思うんですけど飛車寄ってね、回る方がいいか迷いますね。回るのいいが引くのもあるんでね、この辺は迷います。引くと切ってから取ってくる。飛車寄ってこう取って
で金寄って普通に交換しとく手もありますね。まあまあ飛車困ります。迷うどっちにしましょう迷ってますね、私もね、かなりね。でもあった時に金寄ってやはり角を取っときますかね。いやー、結構ね難しいですよ、なんだかんだ。もうちょっとね、良くなりそうな感じもありましたけどね。金寄ってきて同桂、それがいいかな。まあちょっと乱されるんですけどね、やはり角を取っときたいので、そうですね、これ切れるのが相手の方の狙いですね。で、私はもう金切られるより銀取られた方がよくて、これで桂馬をね、活用できる味を残したってことですね。いや、ただ形勢は結構難しいですね。なんか相手の方ね、駒損、角銀ここの駒損ですけど、まとまってるんでね、形がね。これ金引きますか。飛車が狭くなってきたんで、ちょっと不安もありますね、この展開は。さあどうでしょうか。相手の方としてはね、飛車が脱出した後に銀が終えたので、ある程度ねうまくいったという感じでしょうね。歩突きですか。これは歩打って飛車寄るしかないかな。そうですね、これは歩打ちますね。歩下から打つにはちょっと自信ないんでね、歩打って、同桂にね飛車を寄るのが手筋ですね。そこでうまい手があるともしかしたら苦しくなるかもしれません。王様薄いんでね、私もですね、どこかで6五桂と飛んでね、反撃したいとこですね。端歩1回ついてあるんでね、王様それほどね、一応薄いですけど広いという意味があるので、頑張ってね最後攻め合いに持ち込むことができればね、相手の王様も美濃囲いになってないのでね、最後は攻め合いになりそうですけど、相手の方考えてますね。これ同桂に8四飛車が手筋でね、同桂で取っちゃうと同飛車でね、飛車が動き働いてくるんですけど、同桂に飛車寄ると今度桂馬取った時に飛車が取れると、これ中級飛車以上の方にはね、そしてこれで飛車寄るのが中級飛車以上の方にはおなじみの手筋ですね。こう挟んでね、相手の駒が挟まってると桂馬が動いた時に飛車が取れるのでね、そうですね、これ手筋ですね。同飛車なら桂馬、ただこれ桂馬ねこう取って、これはでも桂馬取れたんでね、どうでしょう、銀打ち込みですか。いやこれはね同金同歩成で一応ってと金できるんですけど、これはどうですかね。さすがに駒かなり手に入ったんでね、少しやりすぎな感がありますけれども、さてどうしましょう。桂馬飛んでいきますか。これね反撃していきましょう。ここ破られましたけどね、角銀桂って持ってますからね、これ桂馬を飛んで5三桂成とかね、7五か7四といった感じで銀上がりですか。丁寧なわけですね。いや難しいは難しいですか。確かにどうしようか。銀を絡んでガリガリいくような手もありますかね。銀打ってねガリガリいってみますか。銀打ってね、王様に向かってね攻めていきます。6四歩を防ぎながらですね、6四歩には同銀成とねなって受けると。で同銀なら同桂成、今ここでねもらった銀なんでね、打ち込みやすい駒ですね。でここが小康状態で7四と引いて同飛車に8五飛車っていうのが一応相手の方の狙い筋ですね。ただ7四とに飛車を引く手もあるんでね、どうか。銀引きですか。いやなるほど、これはなかなかの手です。これでも玉頭つきますね。これはね銀を打たせて桂成を鳴らしてね、なんとかかわして受け切ってしまおうってことなんですけど、やはり拠点の銀が打てたんでね、これ7四をついて7四歩同歩7三歩とね、こう歩の攻めになってくると将棋っていうのは受けが難しくなってくるんですよね。歩の攻めはコストがかかんないんでね。ですのでここの歩で例えば駒を今いっぱい打ったんですけど、打った攻めってのはかわしてればね結構戦力がなくなっていくってことあるんですけど、これ持ち駒盤上の駒を伸ばしてますから、結構ねこれは相手の方とこれ下に逃げますけど、これで相手の方も結構焦る展開ですね。次突かれるとねもう攻めが絶対に歩の攻め続きますんで、同飛車8五飛車8四歩という手もありましたけどね、この場合は飛車を引いてみました。同飛車8五飛車8四歩もあったね、と金引き、これでもう玉頭ついてね、これはやはり私の方が優勢でしょうね。やはり攻めてる場所違うんで、桂馬打ち込んじゃう手もありそうですけど、歩ですよね。ここはね普通にね桂馬打ち込んでいっても結構なもんですけどね、これはねちょっと食いつきましたね。この形はね食いつきました。さあどうしましょう。8六桂かな、この形はね。で7四桂を狙うと、金なんでね8四金と打つしかないのでね、さあこれはかなりパンチが
入り始めましたが、バラ決定だ。そうですね、金を受けて、さあどうするか。あともう一押し。まあ角を打って馬を作るような手が手堅いですかね。4一角とここに馬作るとね手厚くなるので角打ちますか。これでね6三角成と4七角ですね。4七角、ここに馬を作る手がね、あとまあ1五角、9五角からね切っていくようななんか激しい手もありそうでしたけど、まあこれ柔らかい手ですね。ここに馬を作ったり、まあどっかでね7五馬の金も取れますしね。でまあ4七角成と馬がここに来るとね切れない形で、相手の方はこれ飛車でね取りにくい格好なんですよね。さすがにここに馬作られてね飛車を渡すと危ないので、とはいえと金で取るのも大した手じゃないんでね、これはちょっと差がつきましたね、局面的にね。はっきり私の方が、勝勢になりました。この金打ちもね、桂馬と見合いのような手なんですけど、ここに打ってしまったんでね、自陣の内部にね補強することができなくなったのでね、まあどうですかね。途中8四歩とついて8五歩同桂8四飛車のあたりでもしかしたら相手の方に何か誤算があったのかなとね。あの前はねかなり振り飛車もいい感じで指したと思います。その前は私に3五角打つ手があったんでね、チャンス3五角を打った方が良かったかもしれないですね。これね打っても決定打なわけじゃないですけどね、本譜の進行これも8が効いてますけどね、8歩それなりに効いてますけど、さて歩を伸ばしていきました。さあこれは角を成ってここにね馬を作るのが熱い攻めです。さて歩の時どうしますかね。馬を引くか角ぶち込む手もあるんですけどね、角ぶち込んで金寄って耐えてくる。取ってバラバラにして何か決まれば分かりやすい。馬引くとね飛車切ってきそうなんでね、それでもいいんですけれども、角打ち込んで金寄る、8一角成同金、同馬同玉6四桂とかでも寄ってるかな。いろいろ寄り筋はありそうですけどね。打ち込みますか。ちょっと激しくいってますか。馬引きでもね勝ちですね。馬引いていっても勝ちですけど、ここは正直いろんな手があって、自玉の頓死だけ気をつけないといけないですね。自玉の頓死筋、ここに桂馬を打たれる形ですね。何かいっぱい駒を渡して8八金同玉7六桂みたいな手さえ食わなければ大丈夫なので、そうですね、金寄りですよね。さてなんかもっとねシャープに決まる手があればって感じなんですけど、角をいって馬切って桂が一番いいかな。なんかいろいろあると思います、これはね正直。で歩成って桂の方がいいか。歩成って桂馬打って玉寄ったら金打って桂成、どっちがいいだろう。歩成って桂がいいかな。迷うな。単に桂でいいかな。これで歩成をねからの詰めろですね。で角2枚なんで相当受けにくい。で王様が上がって受けてきそうですけど、いっぱい歩成ってね、いっぱい歩成から桂成でワンサが攻めれるんで、私は詰めろも来ないんでね、いろんな手があるとこでしたけれども、これは勝ちになってますね。角打ちですか。これはこうなって、半分詰みですね。同角同桂成同玉、どう打てばいいのかな。詰みですねこれは。で歩を打つとこれ6三玉は7二角で詰みですね。玉を引いた金でこれは詰みに入りました。寄せ切りましたねこれは。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対応の方をやってまいりました。今回の戦型は石田流三間飛車ということで、アマチュアの方にはね昔からずっと人気のある指し方ですね。近年ちょっとねプロの公式戦では減りつつある作戦ですけれども、別に結論が出たというわけではなくてね、今も非常に有力な作戦の一つですよね。結構力戦系でね一手一手が難しい将棋に進んだので、解説編の方で大盤を使ってじっくり変化などをやっていきたいと思います。そちらも合わせてご覧いただければなと思っております。